皆さん、こんにちは。陽介です。今日は少し難しいけれど、今の日本でとても大切な話をしたいと思います。きっかけは天皇陛下のある一言でした。天皇陛下の陛下というのは、天皇を敬って呼ぶ時のとても丁寧な言い方ですね。今、国会では皇族の数が足りないという問題について議論が進んでいます。皇族の皇は天皇の皇、族は家族の族で、天皇陛下のご家族やその親戚にあたる方々のことです。その皇族の数が足りないという問題について問われたとき、天皇陛下はこうおっしゃいました。制度に関わることについては自分から述べるのは控えたいという趣旨のお話でした。その上で皇族の数をどうするかという議論については国民の理解が得られるものになることを望んでいるとお話しされたんです。ここであれと思った方もいるかもしれません。天皇陛下はいわばこの問題に一番近い立場の当事者です。当事者というのはその問題に直接関わっている人のことです。ご自身の家族の決まりがこれからどう変わるかという話なんです。それなのに賛成とも反対ともはっきりはおっしゃらない。とても控えめな言い方なんですよね。これには理由があります。日本の天皇は憲法で象徴と決められていて、政治には関わらないというお立場なんです。象徴というのは目には見えない大切なものを目に見える形で表す存在という意味ですね。例えば、鳩が平和の象徴と呼ばれるのと同じ使い方です。天皇は国そのもの、その国民のまとまりの象徴とされています。だから政治的な議論に賛成や反対の意見を言うことができないんです。そういうお立場だからこそ、陛下の言葉はいつも慎重に選ばれています。では、その陛下が言葉を選んだこの議論、そもそも何が話し合われていて、なぜここまで難しいのか、今日はそこを一緒に見ていきたいと思います。まず今、日本で何が問題になっているのかという話からです。一言で言うと、皇族の数が年々減ってきているんです。今の皇室には、天皇陛下を含めて十数人の方がいらっしゃいます。皇室というのは、室が部屋や家を表す字で、天皇陛下とそのご一族、いわば天皇の家のことですね。先ほどの皇族とよく似ていて紛らわしいのですが、皇室がグループ全体を指すのに対して、皇族はそのグループに属する一人一人を指す言葉なんです。でも、その皇室の方々の多くがもう高齢の方なんですよね。そして若い世代に目を向けると、男性の皇族は悠仁さまお一人という状況です。なぜこんなに減ってしまうのでしょうか。大きな理由の一つが今のルールにあります。女性の皇族は結婚すると皇室を離れることになっているんです。天皇のご一族ではなく、普通の一般の人として暮らしていくということですね。ですから、女性の皇族が結婚するたびに、皇室の人数は一人、また一人と減っていきます。新しく増える方法はほとんどありません。ですから、全体としては減る一方になってしまうんです。このままではいずれ皇室を支える方がいなくなってしまう。そうならないように国会でどうすればいいかが話し合われてきました。そして2026年の6月、国会は大きく2つの案をまとめたんです。1つ目は女性の皇族が結婚した後も
皇室に残れるようにするという案です。二つ目は、戦後に皇室を離れた家から男の子を養子として迎えるという案です。養子というのは、血のつながった親子ではない人を法律の上で親子にすることですね。この二つの案を実現するために、皇室のルールを定めた法律を改正しようとしています。改正というのは、法律をより良い形に直すことです。そしてその法律のことを皇室典範と言います。典範というのは、基本となる決まり、お手本となる規則という意味の少し古い言葉なんです。ニュースにもよく出てくる言葉なので、覚えておくとニュースがわかりやすくなります。さて、ここで素朴な疑問が湧いてきます。人数が足りないなら増やせばいい。それだけの話なら、こんなにも長く揉めるはずがないんですよね。ところが、この問題はもう何十年も決着がついていません。その理由は、天皇という存在の血筋に関わっているんです。ここで皆さんにお一人ご紹介したい方がいます。愛子さまです。今の天皇陛下とその奥様である皇后様のお一人のお子さんですね。落ち着いた優しい雰囲気の方で、国民からの人気もとても高いんです。成人された時のご挨拶や、地方を訪ねられた時の様子が話題になって、好きだと感じている人がたくさんいます。そこでこんな声が自然に出てきます。それなら愛子さまが天皇になればいいのではないかという声です。実は女性が天皇になること自体は歴史の中で何度もありました。過去に8人の女性の天皇がいらっしゃったんです。ですから女性の天皇は決して新しい話ではありません。ただここで今日の話の一番大事な部分が出てきます。男系と女系という二つの言葉です。少しややこしいので、愛子さまを例にゆっくり説明しますね。まず、愛子さまのお父様は今の天皇陛下です。このように、父方をたどると天皇に行き着く血筋のことを男系と言います。男系の男は男性の男。系は血のつながりを表す系統の系ですね。過去の8人の女性天皇も実は全員がこの男系の方でした。お父様をたどると皆さん天皇に行き着く方々だったんです。ですから愛子さまが天皇になること自体はこれまでの形の中に収まる話なんですね。問題になるのはその次の世代です。仮に愛子さまがご結婚されてお子さんが生まれたとします。そのお子さんのお父様は天皇の血筋ではない一般の男性ですよね。するとそのお子さんはお母様である愛子様だけが天皇の血を引いていることになります。このように母方だけが天皇の血筋である場合を女系と言います。そしてここが大事なのですが、日本の歴史の中で女系の天皇はただ一人もいないんです。8人の女性天皇は女性ではあっても全員が父方でつながる男系でした。母方だけでつながる女系の天皇はこれまで一度も存在したことがありません。ですから、もし愛子さまのお子さんが天皇になれば、それは歴史上初めての女系の天皇ということになります。ここで悠仁さまの場合と比べてみるとわかりやすいです。悠仁さまは男性の皇族ですよね。仮に悠仁さまにお子さんが生まれた場合、そのお子さんのお父様は悠仁さま、つまり天皇の血筋です。だから、お相手がどなたであってもお子さんは男系のままなんです。
同じお子さんでも女性の皇族か男性の皇族かで血筋の扱いが変わってくる。ここが今の議論の一番の分かれ目になっているんですね。では、ここまでを踏まえて、先ほどの2つの案がなぜ揉めるのかを見ていきましょう。まず、1つ目の女性皇族が結婚後も残るという案です。愛子さまのような女性皇族が結婚した後も皇室に残る。ここまではそれほど問題になりません。揉めるのはその次なんです。先ほどお話しした通り、その方にお子さんが生まれると、そのお子さんは女系になります。では、そのお子さんに皇族の身分を与えるのかどうか、いずれ天皇になる可能性まで認めるのかどうか、ここで意見が真っ二つに分かれるんです。もし認めるとすれば、それは歴史上初めての女系の天皇への道を開くことになりかねません。そう考えて強く反対する人たちがいます。一方で、皇族の数を保つためには、家族ごと皇室に残ってもらうべきだという意見もあります。結局、国会がまとめた案では、結婚相手やお子さんの身分についてはっきりとは決めませんでした。必要になった時に改めて検討するという形で先送りにしたんです。こういうどちらの立場からも都合よく読める曖昧な決め方のことを日本語では玉虫色と言います。玉虫というのは見る角度によって羽の色が緑にも紫にも変わって見える綺麗な虫なんです。そこから立場によって違う色に見えるはっきりさせない決着のことを玉虫色と呼ぶようになりました。今回の決定はまさにその玉虫色だったんですね。次に2つ目の養子を迎える案でも似たようなことが起きました。この案では養子になった男性自身は天皇にはなれないという慎重な決まりになっています。ところがある時、衆議院の議長、これは国会の中心的なリーダーの一人ですが、その人がこう発言したんです。養子になった人に男の子が生まれれば、その子は将来天皇になる資格を持つことになるという内容でした。これに対して強く反対する声が出ました。そこまでの話はまだ誰も決めていなかったからです。人数を増やすという話だったはずが、いつの間にか将来誰が天皇になるのかという重い話に飛び火してしまった。ここでも数の問題と血筋の問題が切り離せないことがはっきり現れたんですね。さて、この問題をめぐっては本当に様々な意見があります。今日は私の意見ではなく、いろいろな立場の声をできるだけ並べて紹介したいと思います。まず、これまでの男系という形を大切に守りたい人たちです。例えば、作家の武田恒康さんは、この立場を強く主張している方の一人です。こういう人たちは、一つ目の女性皇族が残る案そのものに反対します。それが女系への入り口になりかねないと考えるからです。ですから、二つ目の養子を迎える案に絞って進めるべきだと主張します。一方で、これに疑問を投げかける人たちもいます。今、養子の候補として名前が挙がるのは、戦後に皇室を離れた家の男性たちです。ただ、その方々は、今の天皇陛下とはとても遠い血筋なんです。共通のご先祖まで遡ると、500年以上も前になるとも言われています。ずっと一般の人として生まれ育った男性が、ある日いきなり皇族になって国民から本当に敬われるのだろうか。そういう声もあります。さらにもっと根本から考え直すべきだという立場もあります。男女平等が当たり前になった今の時代に
血筋を父方だけに限る必要はないのではないか。愛子さまのように国民から愛されている方がいるなら、女系の天皇を認めてもいいのではないか。こう考える人たちもいるんです。実際、政党、つまり考えの近い政治家が集まったグループによっても立場ははっきり分かれています。ある党は2つの案を進めつつも、結婚相手や子供は皇族にはしないという形をとります。別の党は女系につながりかねないとして、女性皇族が残る案そのものに慎重です。さらに別の党は家族もまとめて皇族にすべきだと主張します。そして天皇という制度そのものに距離を置く党もあります。これだけ立場が違えば、すっきりとした結論が出ないのも無理はないんですよね。ここまで見てくると、なぜこの問題が何十年経っても決まらないのか、その理由が見えてきたと思います。皇族の数が足りないという目の前の現実的な問題。そしてこれまで男系で受け継がれてきた天皇の血筋をこれからどうしていくのかというもっと深い問題。この二つがどうしても絡み合っていて切り離せないんです。数を増やそうとすると、その方法が血筋のあり方に影響してしまう。だから誰もが 100% 納得できる答えがなかなか見つからないんですね。1500年以上続いていると言われる血筋のあり方ですから、慎重にならざるを得ないですよね。皇族の数をどうやって保つかという話と、皇位、つまり天皇という位を誰が受け継ぐのかという話。この二つを頭の中で分けて聞いてみてください。そうすると、今何が議論されていて、なぜ揉めているのかが随分見えやすくなります。もちろん、すべてが対立しているわけではありません。今の若い世代で唯一男性皇族である悠仁さま。この方がいずれ天皇の位を受け継いでいくという流れについては、多くの立場の人が揺るがすべきではないという点で一致しています。意見が割れているのは、その先のさらに次の世代をどうするかという部分なんですね。これから政府は皇室のルールを定めた皇室典範を改正する案を国会に出してくると見られています。そのニュースが流れたとき、今日お話ししたことを少しでも思い出してもらえたら嬉しいです。きっと見出しの意味が前よりも立体的にわかるようになっているはずです。最後に一つだけ皆さんに考えてみてほしいことがあります。今回の問題の根っこには、長く続いてきた伝統と男女平等のような現代の価値観、つまり今の時代の考え方とがぶつかり合うという難しさがありました。これは実は日本だけの悩みではないと思うんです。皆さんの国にも昔から大切に守られてきたものと新しい時代の考え方とがぶつかる場面があるのではないでしょうか。そういう時、皆さんの国ではどうやって折り合いをつけているのか、もしよかったらぜひ教えてください。天皇の位を受け継いでいくという問題に簡単な正解はありません。だからこそ、いろいろな立場の人が真剣に議論を続けているんですね。今日の話がその議論を自分なりに考えてみるきっかけになればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come one may. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come with me.